こんにちは、オズディです。今回は海の上に作成することで失敗が少ない海上ゴーレムトラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。処理槽には溶岩を使用するためあまり燃える素材は使用しない方が良いですが、交易所は大丈夫です。葉っぱもハーフで代用いただけますし、職業ブロックも装備などを無限にしない場合は何でも OK です。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。今回のトラップは作成する中心部分から、半径20マス以内に陸地がない場所に作ります。また海底から海面までの高さが浅いと、ゴーレムが海底に湧いてしまうので、海底から海面までの高さはそういったことを回避するためにも最低10マスはある場所を選びましょう。またトラップの半径100マス以内にムラがあったり、ベッドや職業ブロックがある場合は壊してください。壊すことができないときは、そういった場所には作らず、必ず周囲100マス以内に何もない場所に作りましょう。ではまず最初に海面にブロックを設置するので、海底から仮ブロックを設置していきましょう。一番上部分の仮ブロックから、追加でブロックを9個設置していきます。残りの3方向にも同じようにして、それぞれブロックを9個ずつ設置していきます。今設置したブロックの間部分を埋めるように、ブロックを設置して敷き詰めていきましょう。残りの3箇所にもブロックを設置して、19×19 になるようにします。中心の位置から1マス正面側に、縦向きでラージチェストを設置します。チェストの後ろに接続するようにして、しゃがみながらホッパーを設置します。チェストの横部分から5つ仮ブロックを設置して、2列になるように計10個設置します。反対側にも同じようにして、仮ブロックを計10個設置しておきましょう。今設置した仮ブロックの上部分に、それぞれベッドを5つずつ設置しておきます。ベッドを設置することができたら、下の仮ブロックは全て壊しておきましょう。反対側も同じように、下の仮ブロックは壊しておきましょう。仮ブロックを壊した箇所にも上と同じように、ベッドをそれぞれ5つずつ設置して、計20個設置します。ベッドの周りを囲うようにして高さ2段で、チェストの前以外にブロックを設置していきます。ホッパーの後ろの2マスにブロックを設置します。入り口部分にしたい箇所に、フェンスゲートを設置します。フェンスゲートの横部分から反対側まで、一周を囲うようにしてフェンスを設置していきます。背面左側の横に3マスで縦に3マスの、この部分から1マス間隔で職業ブロックを設置します。今設置した職業ブロックから2マス開けた箇所から、職業ブロックを追加で6個設置しておきます。反対側にも同じようにして、職業ブロックを6個設置しておきましょう。中央のこの間部分にトラップドアを、この向きになるように設置します。そうしたら近所の村に行って村人を2人、ボートに乗せてリードで引っ張ります。フェンス内に入れることができたら食料を与えて、村人が20人になるまで待ちましょう。こんな感じで村人が20人になっていれば OK です。ただ湧かないなどの原因になる場合もあるので、できればミートは0人の方が安定はします。中央のホッパーの上にしゃがみながら、仮ブロックを2段設置しておきます。今設置した仮ブロックから追加で、ブロックを8個設置していきます。残り3方向にも同じようにして、ブロックをそれぞれ8個ずつ設置していきます。今設置したブロックの間部分に、ブロックを敷き詰めて設置しておきましょう。残りの3箇所にも同じようにしてブロックを、17×17 になるように設置しておきましょう。角部分に仮ブロックを1つ設置します。
仮ブロックの外側を 17×17 の周りを囲うように、ブロックをぐるっと一周設置していきましょう。仮ブロックは壊しておきましょう。今設置したブロックの上にも、ぐるっと一周葉っぱを設置しておきます。4面のどこか1面側に、水入りバケツで水を流しておきます。今水を流した面の反対側にも、同じように水を1列流しておきます。そうしたら1列水が到達していない箇所の端に、それぞれ水を1杯ずつ流しておきましょう。そうすると中心の1マス部分に向かう、水流ができているかと思います。水が来ていない中心部分に仮ブロックを設置し、その上にハーフブロックを設置しておきましょう。下の3段の仮ブロックは壊しておきましょう。ハーフブロックに向けて看板を設置して、その看板にしゃがみながらあと2枚設置します。残りの3箇所にも同じようにして、それぞれ看板を3枚ずつ設置しておきましょう。そうしたら1枚目の看板の側面に、しゃがみながら看板を2枚設置します。その隣の2枚目の看板の側面にも、しゃがみながら1枚設置します。今設置した右側の看板にも同じようにして、それぞれしゃがみながら看板を設置しましょう。こんな形になっていれば OK です。反対側にも今設置した形になるように、それぞれに看板を設置しておきましょう。最終的にこんな形になっていれば OK です。そうしたらハーフブロックの上を狙って、溶岩を1杯分流しておきましょう。ゴーレムはこの溶岩で処理されて、猫は下の穴から逃げることができます。これでトラップ自体は完成となりますので、フェンスの上などには潰し用の松明を設置します。あとは放置しているだけでゴーレムが湧いて、どんどんと鉄インゴットなどを回収してくれます。回収された鉄やポピーは下のチェストに溜まるので、必要な数だけそこから回収しましょう。またこのトラップドアを開けてあげれば、猫も逃がしてあげることができます。私の作るゴーレムトラップでは、猫は一切処理しませんのでしたい方はお好みでどうぞ。最後に防具鍛冶や武器鍛冶、道具鍛冶は、鉄インゴットをエメラルドに交易してくれます。鉄は無限に入手することが可能なので、実質エメラルドも無限に入手可能です。また防具鍛冶はレベル4以上から、ダイヤの装備を交易してくれるようになり、無限に入手できるエメラルドで、エンチャント付きの装備も無限に入手できます。また道具鍛冶はレベル4以上で、ダイヤの斧やスコップ、ツルハシなども交換できます。武器鍛冶もダイヤの剣や斧と交換できますが、おすすめとしては道具か防具鍛冶がおすすめですね。ただ武器鍛冶も職業ブロックを設置する際に、1から2人ほど入れておくと便利かと思います。そのあたりはお好みで設置してあげましょう。いかがでしたでしょうか？今回は失敗しにくくダイヤ装備も入手できる、海上ゴーレムトラップの作り方のご紹介でした。周りに湧く場所がないので湧きやすく、作りやすくなっているかと思いますので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。X や Discord でコミュニティもやっているので、フォローやご参加もお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫